それでは高安さん、よろしくお願いします。硫化式塩田っていって、ここでの海水濃縮してるんですよ。海水これ満潮時間にタンクの方を一旦溜めてですね、そこからポンプで海水に汲み上げるんですよね。で上に上がった海水、これ竹枝伝って海水がポタポタ落ちてくるときに風の力で水分飛ばすんですよ。はい、で下に落ちた海水、左から右にずーっと流れていきまして、端っこにあるこの問いを伝って、はい、今度はこっちが右から左になっていきます。U ターンするような感じで勾配ついてるんですよね。向こうが10センチ下がってます。で向こうに流れていった海水がタンクに戻ってまたポンプで上げて、晴れてる間に、はい、ぐる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 海水循環させて、濃くなった海水を工場の釜で炊いて収入するんですよね。はい、でここで海水大体4倍から5倍まで濃くするんですけど、夏はもう湿度が高いんでこれ 2,3 日かかるんですけど、冬は乾燥してるんで1日で濃くなるんですよ。太陽の熱一番湿度と風なんですよね。だから夜でも雨降らなければずーっとポンプ回してます。で一番問題なのはこの雨なんですよ。戻ると、はい、海水が落ちてタンクまで戻っていくまでが1時間かかるんで、雨が降りそうだなと思ったら1時間前にポンプ止めちゃうんですよね。で循環させてる途中に通り雨が入ってしまったら水分飛ばすだけでも時間かかるんで、濃くなった海水一旦全部流して捨てちゃうんですよね。で最初からやり直したいです。もう塩だけに塩がないですね。で昔はみんなこういう風に自然の力で濃くしてたんですけど、今もう機械フィルター使って濃くするんですよ。だから自然の力で濃くしてるのもほとんどやってないです。だけど自然の力で濃くした方が海水のミネラルも濃縮されるんで、体にとっていい塩になるんですよね。だからスーパー行ったらいろんな種類の塩があるんで、選ぶときはどれにしようかなと。で周りに民家や畑がないんで生活排水や農薬の心配ないですよね。海岸もはい、これですね、この塩だけでるんで、この塩、ね、沖縄の方言でお塩のことを何ていうか知ってます？いや、方言あるんですか？塩のことをマースって言うんですよ。マースだから塩使って料理食べるときはちゃんといただきますって言うんですよ。感動してる。海ちゃんと映るんだ。